皆さん、こんにちはなのだ。今日のナビゲーターは、スンダモンなのだ。今日はね、アフリカの大国、ナイジェリアの最新ニュースをお届けするのだ。実はね、ナイジェリアって、世界で3番目に映画の制作本数が多い国、ノリウッド、があるのだ。ハリウッドやボリウッドに負けないくらい、毎日たくさんの映画が作られているって、ちょっと意外なのだよね。今日はそんなナイジェリアから、とっておきのニュースを全部で5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。なんと2027年の大統領選挙に向けてある主要政党が候補者を南部出身者に限定するって決めちゃったのだ。これに北部が大激怒。ナイジェリアの政治に大激震が走るのだよ。この動画が面白そうだなって思ったら高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いするのだ。さあ、この騒動がナイジェリアにどんな影響を与えるのか、一緒に見ていくのだ。今日は、アフリカで最も活気に満ちた国の一つ、ナイジェリアをご紹介するのだ。西アフリカのギニア湾に面したこの国は、その多様性とエネルギーで人々を魅了しているのだ。首都は内陸に位置するアブジャで、計画的に整備された美しい都市なのだ。ナイジェリアはアフリカ大陸で最も人口が多く、およそ2億人以上の人々が暮らしているのだ。かつてイギリスの植民地だったが、1960年に独立を果たし、現在は連邦共和制の民主主義国家として歩んでいるのだ。経済の大きな柱は、豊富な原油や天然ガスなのだ。しかし、近年は IT 産業の台頭や農業の発展、そして世界的に人気を集める映画産業、ノリウッドなど産業の多角化が進んでいるのだ。多様な民族が共存し、数多くの言語や文化が息づく社会で、豊かな音楽やアートが日常に溶け込んでいるのだ。特に注目すべきは、ナイジェリアの若者たちのエネルギーなのだ。彼らの起業家精神と創造性が、国の未来を力強く牽引しているのだ。アフリカ経済の牽引役として、これからますます発展していくナイジェリアから目が離せないのだ。一つ目のニュースなのだ。NEC を2025年11月 CBT 試験開始に向け会場要件を発表という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。ナイジェリアの全国試験評議会 NECO が2025年11月から試験を紙からコンピュータベース CBT に完全移行するのだ。これは外部の高校卒業資格試験 SSCE エクスターナルから始まるのだ。2026年までには学校で行われる SSCE も CBT に切り替わる予定なのだ。これで試験がもっと公平で効率的になるはずなのだ。NECO はこの CBT 試験のために全国の CBT センター運営者さんたちに登録を呼びかけているのだ。でも登録するにはすごく厳しい基準があるから注意が必要なのだ。具体的にはこんな要件があるのだ。システムは最低150台の高性能コンピュータやノート PC 予備が 10% 必要なのだ。UR コア以上の CPU4GB RAM SSD 推奨 Windows 10が必須で、すべてのシステムは有線 LAN で接続するのだ。無線接続はダメなのだ。堅牢なサーバーと最新のウイルス対策も忘れちゃダメなのだ。試験室は受験者ごとに区切られた個別ブースとちゃんと動くエアコン、明るい照明が必要なのだ。監視には IP カメラ付きの有線 CCTV を設置するのだ。ケーブルも露出させないで隠すのだ。インターネット回線は MTN かエアテルの強い信号が必要で、壁掛け時計もたくさん置くのだ。そして何より、一時的な場所じゃなくて、年間を通して CBT 専用として使用、維持されている施設じゃないとダメなのだ。映画館とかショッピングモールでの実施は禁止なのだ。設備と人員もすごく大事なのだ。停電に備えて最低 40kV アンペアの発電機と
すべてのシステムを3時間以上動かせる UPS やインバーターが必須なのだ。試験の円滑な運営のために、2人の技術スタッフと1人のネットワークエンジニア、そして試験の信頼性を確保できる、高潔で信頼できる職員が必要なのだ。受験生が試験前に待機できる部屋、内部にトイレ、そして十分な警備とフェンスのある安全な敷地も用意するのだ。NECO は質の高い CBT 試験を提供するために、これらの厳格な要件を徹底するのだ。みんな、新しい試験形式になれる準備をするのだ。2つ目のニュースなのだ。2027年 PDP 南部への候補者割り当てで北部を分断という記事なのだ。ナイジェリアの人民民主党 PDP が2027年の大統領候補南部出身者に限定するって決めたのだ。このゾーニングの決定が北部のいろいろなグループの間で大論争を巻き起こしているのだ。多くの北部団体はこの決定は非民主的で北部の政治的な力を弱めるって強く反対しているのだ。あれはユースコンサルタティブフォーラムは北部の優秀な候補者を排除しているし、有権者の選択を党の都合で決めているって批判しているのだ。これだと与党のティヌブ大統領が楽に再選するかもしれないって心配しているのだ。ノースセントラルリナイサンスムーブメントなんかは北中部地域からはまだ大統領も副大統領も出てないから、次は北中部にゾーニングすべきだって主張しているのだ。もしそうしないとこの地域から何百万両も失うことになるって警告しているのだ。これは単なる南北問題じゃなくて公平性の問題だって言っているのだ。他の北部青年団体もこの決定を非民主的で不公平、そして北部への裏切りだって言ってすぐに撤回するように求めているのだ。党の伝統である南北隣番制を無視しているって強く批判しているのだ。でも全員が反対しているわけじゃないのだ。ミドルベルトフォーラムや元上院議長のブコラ、サラキ氏なんかはこの決定を支持しているのだ。彼らは党の公平な伝統に沿っているし、2023年の選挙での失敗を乗り越えて党の結束を強めるためにも南部へのゾーニングは賢明な判断だって言っているのだ。一方であれはコンサルタティブフォーラムはまだ2027年の選挙プロセスが始まってないから時期が早すぎるって言って中立的な立場をとっているのだ。政治アナリストはこのゾーニング問題が PDP の内部に深い亀裂を生んで北部からの重要な支持者を失うかもしれないって見ているのだ。党の幹部の中にも時期尚早で党の団結を阻害するものだと批判している人がいるのだ。3つ目のニュースなのだ。PDP の2023年大統領候補にアテイク氏を擁立したのは間違いだった。幅、もろ、という記事なのだ。PDP の有力者で上院少数党員内総務のアバ、モロ議員が2023年の大統領選挙でアテイク、アブバカル氏を候補に立てたのは間違いだったと認めたのだ。この決定が野党が勝つチャンスを弱めたと話しているのだ。モロ議員は PDP が2027年の大統領候補を南部地域に割り当てるという決定をしたのは正しいステップだったと言っているのだ。党の国家執行委員会会議で2027年の大統領候補は南部に、党の全国委員長は北部にと満場一致で合意したのだ。2022年 PDP は APC から権力を奪おうとして一時的にゾーニングの取り決めを撤回し最善の候補者を擁立しようとしたのだ。でもそれが裏目に出たのだ。北部の候補者が北部の公認となることに国民が反発したため PDP はその理由もあって選挙に敗北したのだ。だから今回は戦略を見直し党内のほとんど全員が2023年に北部出身の候補者を立てたのは間違いだったと認めたのだ。統一と公平性の精神からPDP の指導者たちは今回は南部を候補地とすることにしたのだ。選挙結果を見てもアテイク氏を擁立したのは明らかに間違いだったのだ。モロ議員は
TDP が壊滅的な敗北を喫し、その選択を深く後悔していると述べているのだ。4つ目のニュースなのだ。バウチ州知事、TDP が2027年の大統領選を南部に割り当てた理由という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。バウチ州知事のバラ・モハメッドさんがね、人民民主党 TDP が2027年の大統領候補南部の地域に割り当てたことについてしっかり擁護してくれたのだ。彼はね、この決断は党の中の統一と安定をもっともっと強くするための大切な一歩だって説明しているのだ。とっても大事なことなのだ。TDP の全国執行委員会が月曜日にアブジャで会議を開いてこの決定を正式に承認したのだ。その時にイリヤ・ダマグムさんが正式に全国委員長になったことも決まったのだ。新しいトップなのだ。モハメッドさんによると、この候補者割り当ては2027年の総選挙に向けて PDP を新しく立て直すためのみんなを含む戦略の一部なんだってみんなで考えているのだね。彼はこの決断にすごく満足しているみたいで、みんなが常識を持って理解し合って、そして一つにまとまるための全包括的な決断だって言っているのだ。平和が一番なのだ。それにね、モハメッドさんは政治について自分の利益だけを追い求めるんじゃなくて、犠牲の心やみんなの利益、それに国家全体の発展のためにあるべきだって強く言っているのだ。かっこいいのだ。そして権力は神様から来るものだってことも付け加えているのだ。なんだか深い話なのだ。最後に TDP の知事さんたち、全国執行委員会、そして評議会がみんな心を一つにして協力しているって教えてくれたのだ。2027年にはナイジェリアの人々にとってもっともっと強力で頼りになる選択肢としてこの野党を再編していくと約束してくれたのだ。これで TDP が未来に向けてみんなで手を取り合って進んでいく様子がよくわかったのだ。5つ目のニュースなのだ。2027年大統領選、マキンでしら TDP 公認を争うという記事なのだ。TDP の全国執行委員会 NEC が2027年の大統領選の党候補者を南部に割り当てると決定したのだ。これによりオヨ州知事選位マキンダ氏をはじめとする南部出身者が現在のボラ・ティヌブ大統領に挑む道が明確になったのだ。 NEC は現在北部に割り当てられている全国役職は北部に、南部は南部に維持するとも決めたのだ。その結果、当全国議長職が北部に残るため、大統領候補は南部に割り当てられたのだ。ウマル・ダマグム氏も正式な全国議長として確定したのだ。この決定に対し、与党の全進歩会議 APC 広報担当者は、TDP がどんな候補者を出しても2027年には敗北すると予測しているのだ。ティヌブ大統領の政策が国民に響いており、再選されるだろうと自信を見せたのだ。TDP はこれまで大統領候補のゾーン分けをめぐって何度も党内危機を経験してきたのだ。2015年には北部からの反発で、2023年には当時のリバーズ州知事ワイキ氏らが北部出身の大統領候補アテイク・アブ・バカル氏と北部出身の全国議長が同時に党のトップにいることに反対し、それが党の敗北の一因になったと指摘しているのだ。ワイキ氏は今回の決定が過去の誤りを認めたものだと語っているのだ。一方、2023年の労働党大統領候補ピーター・オビ氏については、TDP 復帰の可能性も含め、2027年に向けた政治的な動きを最終決定するまでには時間が必要だと、彼の運動のコーディネーターが述べているのだ。オビ氏は、11月の州知事選挙に出馬する人たちを守った後に、状況を見極めるつもりなのだ。TDP は、国民が党に大きな期待を寄せていることを認識し、
結束を強化して内部民主主義と集団的な意思決定を尊重しながら2027年の政権奪還を目指すことを強調しているのだ。また APC が最近の補欠選挙で見せた州の掌握ともいえる行動を強く非難し、これがナイジェリアの民主主義にとって危険だと警告しているのだ。 PDP は国民の利益と幸福のために党を再編し権力を取り戻すことに全力を尽くす決意なのだ。今日のナイジェリアニュース、いろいろ考えさせられたのだ。教育の CBT 化で公平性を目指したり、政治のゾーニングで未来を形作ろうとする動きが見えたのだ。多様な文化と若者のエネルギーを持つナイジェリアは、これからもっと発展するはずなのだ。みんなもぜひ注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。